こんにちは、ハールです。今回はビーズで作るギフトボックスをご紹介します。ビーズで立方体を作っててっぺんにリボンを取り付けるという至ってシンプルな構造です。なんとなく難しそうに見えるんですが、テグス編みの基本をマスターした方なら比較的簡単に作れます。材料はすべてダイソーで揃いますので気軽に試していただけると思います。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。ラウンドビーズ 4mm 赤51個、ラウンドビーズ 4mm クリア160個、テグス3号、ボックス本体に210センチ、リボンに40センチ。まず最初にリボンを作っておきます。テグス40センチに赤のビーズを6個通します。今回は分かりやすいように赤とピンクのビーズを使って説明します。そしてテグスの端を一番端のビーズに通します。この一番端のビーズがリボンの結び目になります。さらにそのテグスに赤のビーズを4つ通します。そして一番端のビーズを1つスキップして残りの3つに通します。さらに真ん中の赤いビーズに通します。そして片方のビーズに赤いビーズを5個通します。そしてテグスを真ん中の赤いビーズに通します。さらにそのテグスに赤いビーズを4つ通して一番端のビーズを1つスキップして残りの3つと真ん中の赤いビーズに通します。これでリボンの出来上がりです。全部赤いビーズで作るとこんな感じになります。次にボックスを作ります。まずはボックスのてっぺんから作っていきます。210センチのテグスにクリアのビーズを4つ通します。そして一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。左右のテグスにクリアを1つずつ通して赤1つで交差します。左右のテグスにクリアを1つずつ通して新たなクリア1つで交差します。
次は右のテグスにクリアを2つ通して新たなクリア1つで交差します。そうすると進行方向が変わります。すみません、今上下向きを変えましたよ。下に向いているテグスにクリア赤の順に通します。そしてクリア1つで交差します。左のテグスで左上のクリアを1つ拾います。右のテグスに赤を1つ通して新たな赤1つで交差します。左のテグスで左上のクリアを1つ拾って右のテグスに赤を1つ通して新たなクリア1つで交差します。左のテグスで左上のクリアを1つ拾ってさらにそのテグスにクリアを1つ通します。そして赤1つでテグスを交差します。このように向きを変えて3段目を作ります。左のテグスにクリアを2つ通して新たなクリア1つで交差します。またこのように向きを変えます。右のテグスで右上の赤を1つ拾います。左のテグスにクリアを1つ通して赤1つで交差します。右のテグスで右上の赤を1つ拾って左のテグスにクリアを1つ通して新たなクリア1つで交差します。右のテグスで右上の赤を1つ拾って
さらにそのテグスにクリアを1つ通します。そして新たなクリア1つで交差します。このように向きを変えて4段目を作ります。右のテグスにクリアを2つ通して、そして新たなクリア1つで交差します。またこのように向きを変えます。左のテグスで左上のクリアを1つ拾います。右のテグスにクリアを1つ通して赤1つで交差します。左のテグスで左上のクリアを1つ拾って、右のテグスにクリアを1つ通して新たなクリア1つで交差します。左のテグスで左上のクリアを1つ拾って、右のテグスにクリアを1つ通して新たなクリア1つで交差します。これで箱のてっぺんが出来上がりました。ここから側面を作っていきます。まず右のテグスにクリアを2つ通します。そして新たなクリア1つで交差します。左のテグスで隣のクリアを1つ拾って、右のテグスにクリアを1つ通して赤1つで交差します。左のテグスで隣のクリアを1つ拾って、右のテグスにクリアを1つ通して新たなクリア1つで交差します。これをもう1回繰り返します。
次は左の手ぐすでこのビーズを1つ拾います。右の手ぐすにクリアを1つ通して新たなクリア1つで交差します。そうするとこんな風に角ができます。次に左の手ぐすで隣のビーズを1つ拾って右の手ぐすにクリアを1つ通して赤1つで交差します。この真ん中の赤を忘れがちになりますので注意してくださいね。左の手ぐすで隣のビーズを1つ拾って右の手ぐすにクリアを1つ通して新たなクリア1つで交差します。これをもう一度繰り返します。同じ要領でこのビーズを拾いながら側面を作ります。最後は左の手ぐすで隣のビーズとその上にあるビーズを拾います。そして新たなクリア1つで交差します。
これで側面の1段目が出来上がりました。2段目です。右のテグスにクリアを2つ通して新たなクリア1つで交差します。あとは1段目と同じ要領で作っていきます。最後は左のテグスで隣のビーズとさらにその上のビーズを拾います。そして新たなクリア1つで交差します。これで2段目ができました。3段目です。まず右のテグスに赤、クリアの順に通して新たなクリア1つでテグスを交差します。あとは先ほどと同じ要領で作っていきます。4段目です。まず右のテグスにクリアを2つ通して赤1つで交差します。あとは他の段と同じように作っていきます。最後は左のテグスで隣のビーズとさらにその上のビーズを拾って新たなクリア1つで交差します。これで側面が出来上がりました。次にリボンの付け方を説明します。リボンをつけるのは一番最後でも構いません。まずつける位置はこの赤い2つのビーズにつきます。先ほど作ったリボンのテグスの片方を赤いビーズの1つに通します。もう片方のテグスをもう一つの赤いビーズに通します。この時リボンがねじれていたら解いてあげてください。
あとはすぐ隣のこのビーズにテグスを通します。そうするとテグスが出会って結べる状態になりますので、2回結びます。余ったテグスは周辺のビーズ3つくらいに通してからカットします。これでリボンがつきました。可愛くなってきましたね。最後に底を作ります。このビーズからスタートしますよ。まず右のテグスですぐ上にあるビーズを拾います。そのテグスにクリアを1つ通して新たなクリア1つで交差します。そしてこのような向きで続きを作っていきます。左のテグスで隣のビーズを1つ拾います。右のテグスにクリアを1つ通して赤1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを1つ拾って右のテグスにクリアを1つ通して新たなクリア1つで交差します。左のテグスで隣のビーズとさらにその上にあるビーズを拾います。新たなクリア1つで交差します。このように向きを変えて2段目を作ります。左のテグスでそのすぐ上にあるビーズを拾います。さらにそのテグスに赤を1つ通してクリア1つで交差します。またこのように向きを変えて続きを作ります。右のテグスで隣のビーズを1つ拾って左のテグスに赤を1つ通して新たな赤1つで交差します。
右のテグスで隣のビーズを1つ拾って、左のテグスに赤を1つ通して、クリア1つで交差します。右のテグスで隣のビーズと、さらにその上にあるビーズを拾います。そして赤1つで交差します。向きをこのように変えて3段目を作ります。右のテグスですぐ上のビーズを1つ拾います。さらにそのテグスにクリアを1つ通して、新たなクリア1つで交差します。またこのように向きを変えて続きを作ります。左のテグスで隣の赤を1つ拾います。右のテグスにクリアを1つ通して赤1つで交差します。左のテグスで隣の赤を1つ拾って、右のテグスにクリアを1つ通して新たなクリア1つで交差します。左のテグスで隣の赤と、さらにその上のクリアを拾います。そして新たなクリア1つで交差します。このように向きを変えて4段目を作ります。左のテグスで隣のビーズと、さらにその上のビーズを拾います。そして新たなクリア1つで交差します。このような向きにして左右のテグスで両脇のビーズを拾います。そして赤1つで交差します。また左右のテグスで両脇のビーズを1つずつ拾います。そして新たなクリア1つで交差します。右のテグスを隣のビーズとさらにその上のビーズに通して、
左のテグスを隣のビーズに通したらテグスを2回結びます。余ったテグスを周辺のビーズ3つから4つに通してからカットします。これでビーズで作るギフトボックスの完成です。どうでしょう、作りごたえはありますけど、割と基本的な作業の繰り返しでしたよね。こういった立方体ができるようになると、もっと複雑な形の立体モチーフが作れるようになりますよ。こちらはクリアのビーズをパールビーズに変えて作ってみました。なんだかクリスマスシーズンにぴったりな感じがします。紐をつければクリスマスツリーのオーナメントとしても使えますよ。かわいい立体モチーフですので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。